ヤーサスアテナイの皆さん、今回もニューノーマル編ということで、コロナショックの後の言語教育を考えていくんですけども、今日のテーマは次のパンデミックにどう備えるかです。で、この2020年のパンデミックっていうのは、もうほとんどの方が対応できなかったと思うんですね。なぜ初めてのことでしたので、なので仕事が減ったり、亡くなったりした人、あとキャリアの計画が狂ってしまった人たくさんいらっしゃると思います。で、これ過去に似た事例がないか探してみますと、2009年の新型インフルエンザがあるにはありました。で、当時私日本語学校の常勤講師をしていて、学生寮の管理をしてたんですけども、そこでパンデミックというかクラスターが出たので、大変だとは思っていました。でも今からすると全然大変じゃなかったです。今の方がよっぽど深刻な状況なんですよね。で、同じぐらいの規模で考えると、100年前のスペイン風邪が参考になるかもしれませんが、でももう全然人口規模とか移動する人の数が違いますし、医療水準とか通信技術とか全然もう違うので、そこまで参考にならないかなと思います。で、そんな中でどうすればいいかということなんですが、キーワードはリスクヘッジですね。で、例えば一つの学校に常勤講師でお勤めの方は副業をされるとか、でその時にコロナ禍でも残る仕事で副業しないといけません。消える仕事はダメです。で、非常勤フリーランスがこれ生き延びやすいと思うんですけども、複数の学校に行くときに属性の違う学校を選ぶ、学生の出身が違うところとか、デジタル化してるところしてないところとか、あと自分で個人で教えるプライベートレッスンもバランスとして保っておくみたいなことですね。で、あと私が今回助かったのは、請負仕事を結構たくさんいただいていて、添削とか資料を作って収めるとか、そういう仕事ですね。それで自粛期間中も仕事をやることがありましたし、収入もあったので助かりました。で、あとは開業届出していただいて、収入が減ったら持続化給付金みたいなものをもらえるように、で減らなければラッキーということで、そういう対応の仕方もあると思います。で、これから先ですね、注視しておいていただきたいのが、今これ収録してるのがまだ10月なんですけども、この先どうなるかということで、向こうどれぐらいのスパンでこのコロナショックが収まるかですね。うまくいけば3ヶ月半年なのか、向こう2年3年かかるのかということですが、その100年前のスペイン風邪の時は年をまたいで第3波まで来たらしいので、仕掛け3年ですかかかったっていうことだと思います。で、外国人が日本に戻ってくる順番として、最初に技能実習生とかビジネス客が戻るわけですよね。で、次に、順番で言うと留学生なんですが、留学生ってビザの申請を出してから入国までが半年あります。なので、事実上先に入ってくるように見えるのは観光客です。で、それと同時に留学生も入ってくるようになるという順番なんですね。で、それで元の水準に戻るのが、さあ、果たして向こう何年かかるのかと。で、それを見ておくことによって、次の大きいパンデミックが、100年後かもしれませんし、5年後、10年後かもしれませんので、起こった時に、どのぐらいのスパンで戻るのかのその計算ができるようになります。なので、そういう意味でも、向こう何ヶ月、何年、何が起こるかっていうのは、確実に見ておいていただいた方がいいかと思います。では、そういう形で今回は、ニューノーマル編という企画でお届けしましたけども、今年1年本当に大変だったことがたくさんありましたけども、少なくとも来年は今年よりはいい年に、もっといい年になってほしいんですけれども、したいということで、今年1年いろいろ動画を見ていただいたりしてありがとうございました。来年も同じくいろいろ企画を練ってお届けしていきますので、ぜひ今後ともごひいきいただければと思います。では、今年1年皆さんありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。アディオ。